ご視聴ありがとうございます。今回は日本で最初に開業した地下鉄東京メトロ銀座線の車両のご紹介です。なんだか見た目が違う車両の驚きの車内、そして設備のこだわりポイントを解説します。日本最初の地下鉄ならではの事情とヘッドライトに隠された裏話にも注目です。ここは東京メトロ銀座線渋谷駅です。2020年に駅が移転し、これまでの相対式ホームから島式ホームに作り変えられました。向かって左側の線路は行き止まりで、右側の線路がこの先の車庫につながっています。地上どころか、接続する JR の線路よりも高い場所にある地下鉄らしくないホームです。銀座線は渋谷から浅草まで全長 14.2 キロの路線。上野から浅草までは1927年、昭和2年に開業した東京をはじめ日本で最初に開業した地下鉄です。東京メトロ1000系の浅草行きが入線です。日中はすべての列車が渋谷と浅草を往復するシンプルな運行形態です。車両の外観をよく見たいところですが、ホームドアが整備されているため、なかなかうまく見えません。というわけで、渋谷駅が移転する前のホームで撮ったカットをどうぞ。やはり目を引くのが、先頭部のデザインです。1000系がデビューしたのは2012年。先頭部の上にヘッドライトが2つ並び、器具自体が出っ張ったデザインは、同じ時期に製造された他の車両では、あまり見かけないものです。車体側面は黄色く塗装されており、この色は、腰のあたりに入っている銀座線のラインカラーであるオレンジとは異なる色です。車体の上の方は茶色に塗られ、銀色が目立つ01系とは大きく違います。01系に比べ、レトロ感満載なデザインの裏には、銀座線の歴史とも関わる、ある車両が関係しています。それが、銀座線開業時、当時の東京地下鉄道が導入した1000型です。この車両の塗装は、ドイツ、ベルリンの地下鉄を走っていた車両に倣ったものでした。1000系の製造にあたり、東京メトロはこの車両のデザインを取り入れることになり、車体のカラーリングやテールライトのデザインにそれが現れています。1000型は引退した後で地下鉄博物館に保存されており、現在も見に行くことができます。上の方が茶色に塗られたデザインもまた、この車両に倣ったものです。なお、先頭部の上のヘッドライトのデザインは、同じく銀座線で運行されていた2000型のデザインを取り入れたものです。ちなみに2000型は1993年に引退したものの、一部の車両が銚子電鉄に譲渡され、2016年まで運用されていました。こうしてレトロ調の外観となった一方、車内の様子はそれとは違います。壁面は白を基調としたシンプルな仕上げですが、座席横の仕切りや乗務員室後ろ、連結面の化粧板にはうっすらと桜の柄が入っています。ちなみにこの桜は、銀座線が通る台東区の木となっています。ドア上には3画面を備えた LCD モニターもあり、銀座線の駅もすべて一度に表示できます。車号プレートはシールではなく、ステンレス製の板をビス止めしています。1000系は2013年にブルーリボン賞を受賞したため、編成によっては円形のプレートもあります。ちなみに車両の端には冷房装置があります。銀座線は建設された時期が古くトンネルが小さかったため、冷房装置を丸ごと屋根上に乗せられず、車内に機器が置かれています。先ほど見た外観もレトロなだけではありません。先代の01系では、行き先表示器は先頭にしかなかったのに対し、1000系では側面にも設置され、浅草駅の到着番線も案内されるなど、サービス向上が図られています。浅草行きの列車が入線です。銀座線は日中でも3分間隔で列車がやってくるため、慌ただしい光景が見られます。ところが、入線してきた車両を見ると、ヘッドライトが1つしかないことがわかります。そして、車体上部、窓の上に入ったライン。先ほど見た車両とは、外観が異なることがわかります。異なるのは外観だけではありません。車内を見ると、その違いは一目瞭然です。白を基調とした他の編成とは異なり、木目調の化粧板が用いられています。車内全体を見ると、設備の基本的な形状は同じですが、仕上げが異なり、全く別物になっています。この仕様は、もちろん意図して作ったものです。ここから、そのこだわりポイントを見ていきましょう。優先席は他と同じ赤色ですが、
柄が入っておらず、それ以外の座席は色からして異なっています。乗務員室後ろの壁は、機器を収めた部分も含めて木目調になっており、乗務員室扉のとっても真鍮色で、他の編成がステンレスのままなのとは大きく違います。そして、車両の端にある車号プレート。内装の中でうず漏れがちですが、他とは明らかに違う車号プレートは大きなポイントです。一番下の製造年は平成29年。旧字体を使っているところもこだわりが感じられますが、プレートの留め方自体にもこだわりが現れています。車号プレートにも使われている真鍮の仕上げは、座席の端や中間にあるパイプ類にも取り入れられています。ドアの周囲、LCD モニターの周りの部材の色も他の編成とは異なっています。形状そのものは他の編成とおおむね同じですが、全体の調和を考慮して色彩も工夫されています。車体の端にある空調吹き出し口の部分までレトロ調の仕上げとなっており、ネジの色も部材に合わせてあります。そして、先ほどから何度か映り込んでいる、この吊り革。雫の形状をしたこの吊り革は、一線型に導入されていた、リコ式と呼ばれる吊り手をモチーフにしたものです。本来のリコ式吊り手は、バネの力で車体の外側に固定され、乗客が掴む時だけ手前に引き出すものでした。真鍮の部品を組み合わせたものなので、吊り革ではなく、吊り手というわけです。車内が広く見え、掴んでいる時に揺れにくいという利点があり、都電や京急の車両などでも採用されていました。東京メトロの前身である英団5000系のうち、初期に製造された編成でも採用されていましたが、手を離した時に他の乗客にぶつかるなどのデメリットがあり、後に姿を消しています。レトロ調の内装とはいえ、リコ式吊り手は今では見かけないだけに、この編成に受け継がれているのは、握る部分の形状だけとなっています。一方、車体側面には、銀座線の浅草上野間を開業した東京地下鉄道のマークが掲げられています。他の編成では東京メトロのマークがある場所で、うっすらと M のマークが見えますね。銀座線の各駅にもホームドアが導入され、下の方は見づらくなりましたが、マークは窓の下にも健在です。また、通常の帯は巻かれておらず、一線型で見られた窓の周囲を補強する部材がラッピングで再現されています。ただし、レトロなだけではありません。他の編成にもあった3画面の LCD モニターはこの編成にも搭載されており、ぬるぬる動くアニメーションをはじめ、表示内容は他の編成と同じです。ちなみに一線系の台車は、曲線に合わせて自分で向きを変える、自己操舵機能台車と呼ばれるものが搭載されています。大半の区間が道路下にあり、曲線の多い銀座線では、振動や騒音の低下に役立っています。座席の周囲にある真鍮仕上げのパイプ類のうち、優先席については、他の編成と同じく黄色の凹凸が巻かれています。レトロ調ではあるものの、車内外の主な設備は他の編成と遜色ないもので、最新技術は変わらず使用されています。そしてこの車両が製造された背景が、車体壁面にあります。この細長いガラス製の器具もまた、一線型に取り付けられていたもので、第三機上終電を採用している路線特有の設備です。第三機上終電の場合、架線ではなく、線路の横にある専用のレールから電気を取り入れます。分岐器の周囲など、このレールが途中で途切れる場所では電気が来ないため、昔の車両は通常の照明が点灯せず、代わりにこのライトで照明を確保していました。ただし銀座線の場合、先代の01系では第三機上が途切れた場所でも電気を供給できるため、予備灯は車内から姿を消しました。一線系も通常の運転で車内の照明が消えることはありません。この予備灯が設置されたのは、この編成がイベントなどで用いることを念頭に置いたものだからです。東京メトロでは、一線系を全部で40編成製造するにあたり、最後の2編成をこの仕様で製造することになりました。この2編成は公式にも特別仕様車と呼ばれ、車内にはポスターも掲示されています。ヘッドライトをよく見ると、ライトの数が1灯になっているだけでなく、前面に縦方向の部材が追加され、一線型のイメージに近づいています。一線系を製造する際、最初からヘッドライトを1灯にする計画がありましたが、器具の信頼性に懸念があり、2灯式になったという経緯があります。
LED 式のヘッドライトを使用した鉄道車両は国内で初めてだったことから、特別使用車の前に製造された編成で検証が行われ、信頼性に問題ないことが確認されたため、特別使用車では1頭になったという経緯があります。また、テールライトの部分も上下に出っ張りがあり、他の編成にはないこだわりが感じられます。特別使用車にも広告を掲出することは可能で、広告を抑えるための器具もありますが、現在は広告がない状態で運行されています。広告がないので、車内の雰囲気が際立ちますね。そして予備灯はオブジェではなく、イベント列車として走行するときに、実際に点灯させることが可能です。特別使用車ではありますが、接客設備で他の編成より劣る部分はないこともあり、共通運用が組まれています。5% の確率でしか出会えない編成ですが、銀座線は往復1時間余りの路線なので、運用入りしていれば、意外と早く見つけられそうです。ご視聴ありがとうございました。